濯物がきっとよく乾くからシーツ洗ったわ。今日のなんちゃねのテーマは冷静の高さです。チャネリングを受けてくれたのは40代女性3人姉妹のお母さん、ともみさんです。ともみさんは今回のチャネリングは2回目で、1回目は宇宙で座禅を組んでいる観音様になったともみさんが出てきました。ともみさんは生まれ変わってこなくてもいいぐらい霊性が高い魂で、長い間人間として生まれてきてなかったんやけど、地球でいろんな経験をしている人たちを見て羨ましくなって、もう一回生まれ変わりたいなって思ったっていうことと、で、地球のアセンションをお祭り気分で見に行こっかなという感じで遊びに来たそうです。今世ではいろいろ自分に負荷がかかるように設定して生まれてきたんやけど、冷静が高すぎてすぐに乗り越えてしまうっていう内容でした。ともみさんのお話の内容と、チャネリングでのともみさんが見ている世界を照らし合わせながら見てもらえたら面白いと思います。それでは雑談からどうぞ。脳天気って言われてるし、夢見がちとか白チュームとかちっちゃい時言われてたから、現実を見てないってよく言われる。だから延長線上で父とかも妹とかも笑いながら聞いてる。はあ、そうやな、そうやな。私も見直したら6月ぐらいに去年やってもらってて、ちょうど1年で、なんかその時に私なんか多分使命みたいな、どうしたらいいですかみたいなこともいろいろ聞いてたと思うんですけど、何もしなくていいよって言われて、好きなことだけやっときって言われて、本当に好きなことだけやってる感じです。それがお金になるとか、なんていうかな、この先に役に立つとかじゃなくて、本当にしょうもないことで言ったら、もう漫画読みたいって言ったら思ったら漫画読んでるみたいな。それが正しいか正しくないかわかんないんですけど、なんか変なで髪の毛染めたいと思ったら髪の毛染めてみるとか、遊びに来てる？地球にね。そう、だから遊んだよ、いっぱい。言ってくれはったから、そうやって。いちいち、なんかこんなことやったらあかんとか思うようにしたもん。ゲームばっかりしたら、いや、ゲームしたいからしたらいいやろ。素敵。今そうやって生きてみてます。ご飯ももう、今日作りたくない。食べに行こうとか。前やったら食べに行くに、罪悪感とか、お惣菜買うのやめとこう、手作りじゃないとって思ってたけど、もう今日コロッケ買おう。いいやとか、ピザ取ろう。いいや、食べたいとか思えるようになった。上手ですね、ともみさん。ほんまにすぐにできること。をやればいいと思うんです。自分の好きなようにやるってどうしたらいいんやろうっていうのができない人もいるから、結局やりたいと思ったのを、それはって言ってたの自分やから、それはっていうのをやめただけみたいな感じかな。でもそれが取れないんですよね。なんかやっぱり貸してるんですよね。これはしたらダメだしなみたいな。なんかそういうしょうもないことを好きなことやり続けた1年で、こんな世の中やけど楽しく生きれてるから、それはすごい幸せでありがたいなって思うし、今回もチャレになってほしいって言ったものの、質問って何やろうって一瞬思ったんですよ。喋れるとか思って、こんなことでもないんじゃないかなって喋らな
ですか？別にもう質問でもいいですけど、なんか自分へのメッセージとか。そっかそっか。なんかね、私自身は家族の中ですごい幸せで、夫からも、娘3人いるんですけど、娘からも、みんなから愛情もらってるし、私個人は、その夫とも娘ともうまくいってるんですよ。でも、基本、夫は不機嫌な人なんですね。イギリス人特有のなんていうかな、雨降った地域です。生きてきたやろな、みたいな、ちょっと暗い。自分の調子ない時は機嫌いいんですけど、僕機嫌悪いなってもうプンプン出すんですよ。1年ぐらい前はまだそれがすごい気になって、もうイライラしてたんやけど、なんかすごいもう手放せて、彼が機嫌良かろうが悪かろうが私は幸せみたいな、私はハッピーで、彼が怒ってるからで気使わんとやりたいことはやるみたいな感じで、もうほんまに線引きできたからすごい幸せなんですけど、なんか多分うまいことあの人は見つけはったやろなと思います、私は。お母さんみたいに自分の母親にちょっと似てて、性格が。でも母親ほどきつくないっていう。私、日本人にしてはきついんですけど、イギリスめっちゃきついですよ。もう、追い込むまで攻めますからね、腹立ったら。怖そう。特にですよね。攻撃してこない人にはもちろん攻撃しませんけど、私一旦攻撃されたって感じたら絶対許せないんですよ。そうなん？そう。おかしい。例えば、きつい人がいてて、全員にきつい人は全然気にならないんですよ。みんなにきついから。でもみんなにどうし私だけきつい人には絶対私やり返すわ。かっこええな。昔からなんかお母さんに言われるのは情熱いし、優しいとこもあんねんけど、なんかほんとジキルとハイドが心の中にいるみたいな感じで、すっごい優しい時と、すっごいきつい時があるって言われてました。よく私も見返すと、例えば小学校の時にちょっと障害があったり、アトピーがひどかったりって言ってのけ者にされてる子を楽しみ会の時にその子と組んで、自分の友達と組まずにね、友達たちはその子入れると嫌がるから離れて、その子と組んでお楽しみ会やったことも確かにあんなって、すごい褒められたなっていう記憶もあれば、私は悪口を陰で言ってた子に対して、もうちゃんと責める。言ってたやろ、あったみたいな。これすごいだからガキ大将みたいな感じだったと思います。優しい人にはもう、本当に私も多分お答えすると思うんですよ。優しさを。別に見返りを求めてるわけじゃないから、何にも私にしてこない人にも優しいと思うんですよ。でも、意地悪されたりしたら、多分すごい表現すると思う。なんか普段優しいだけあって怖そう。正しい怒り方みたいな。人が年上とか、肩書きがあるとか、そんなん気にせずに言っちゃうから、よくトラブルになりましたけどね。私は多分どこにいても、幸せやし、どんな状況でも楽しいやんって、ぼそっとこない前言われた。私なんか多分、一瞬辛いこととかはあるんですけど、でも、よく考えたら、ずっと幸せやなと思って生きながら、幸せになりたいなって言ってました。お金も結局解決はしてる。なんか、やっぱ回るんですよ。なんか、いや、大変かもと思ったらなんとかなるんやけど、でも、私が前言ってた潤いたいっていうのはまだ達成できてないんだけど、でも、幸せなんですね、別に。物欲がないから、なかったらいいし、
また行けなかったりして、ここに絶対行きたいみたいなのがないから、ハワイ行きたいとか言ってるけど、別に行けなかったもいい何出てくるかわかんないですけど。はい、わかりました。ドキドキするけど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前と一緒で、宇宙が出てきて、前宇宙で座禅組んでましたもんね。今見えてるとこが全部宇宙で、濃い紺の星がいて、ももみさんが前みたいな座禅組んでたり、今度宇宙をプールにして泳いでます。すっごい楽しいみたいな。気持ちいいって言って、なんかほんと美しい。やっぱりあれやね。ともみさんやっぱりなんか観音さんに見える。観音さんがプールを泳いでるみたいな感じで面白いです。でも観音様やから、まあ本当に無駄がないし、楽しんでて、プールの水の温度とか冷たすぎずぬくすぎずちょうどいい感じで、水がね、こう体に触ると気持ちいいじゃないですか。泳いでるから前に進んでるから水の流れみたいなのを体中で感じてて、今肩があったりとかすっごい気持ちいいんですけど、すっごい不思議なんか。だってプールに観音様泳いでんねんもん。観音様にしか見えへんし。でもなんかこう、微笑みながら、そのためにとかじゃない。だから自分が気持ちいい。頭の中、自分が気持ちいいしかない。何にも気にしてないし、なんかこの世界を楽しんでるみたいな感じ。さっき言ってたともみさんの言ってることにすごい似てるかも。今のこの状況を楽しむみたいな感じ。今プールに入ってるから、今できることって水を感じることとか、自分は楽しくやれてるなとか、自分に与えられたこの環境の中をめっちゃちゃんと楽しんでるってこと。プールにいるとね、水も気持ちいいし、で、プールだから人がいっぱいいるでしょ。いるんだけど、そのざわざわざわっていう、そのプールの中の部屋にこだまする音響がこう、わーってなってるようなのを気持ちいいとか、窓から見える緑も、風になびいてて気持ちいいなとか、葉が揺れてるなとか、太陽が日が入ってきては、見てこの光の筋とか、曇っててもそれはそれでいいなとか、どの環境であっても、これがいいやんみたいな。この自分が与えられた自分のそこにいる空間を全部楽しめる。で、向こうの方でおばあちゃんたちが喋ってるんですけど、楽しそうに喋ってんなとか。でも自分は一人でいても全然寂しくないし。私は一人の時間すっごい楽しいから、でも来たら来たで喋れるし、みたいな。だからなんていうかな、ご機嫌どんな要素も楽しめるし、今を楽しんでるって感じかな。だから何でも得られる楽しさが、私が歩いてて、なんかどっか行きはんのかな、ふふとか、なんかこの子食べ物見つけはった、うまそうにしてはるわ、頑張ってんな、とか、そういったこの世界ってすごい光にあふれてる。こ
そんな味方やのに、だってこんなん三次元的な事象っていうか起こってるでなんてみんな平等に起こってるわけやから、どんな人にもさんさんと照ってるし、曇りん時は曇りやし、風が吹く時もあれば事件ももちろん起こるし、でも全部取り方、本当は幸せなんかどこにだって落ちてるし、曇りでもいい、楽しいよ曇りってみたいな、そんな感じで埋め方次第でこの世界どんだけでも変わるのに、だからともみさんみたいに全部楽しいんですよね。ちょっと水が触るだけでもわあ気持ちいいなーって。プールってすごい広いけど、この空間の広さすっごい気持ちいいとか気持ちいいと思う理由なんてめっちゃいっぱいあって、全部自分次第。本当にすごく心が病んでるとか焦ってるとかしんどい思ってる人って、例えばプールの中から窓の向こうに風がバーって吹いて木が揺れてるんですけど、わあ揺れた、あの揺れ方がすっごい心地いいとか思う余裕がないからそれに気づかれへんだけで、幸せっていうのは気づけるかどうか、自分がそれを幸せと思うかどうか、それが全てやから、ともみさんはもう全部のことに気づけるというか、こんな些細なことでも幸せって思える。ただ生きてるっていうこと、この世界に入れるっていうことが幸せなわけやし、基本的にはこんな幸せなことここにだって落ちてんのに、自分はアリが歩いてるだけでも幸せやの。そうやって思われへん人がいるのに申し訳ないな、私こんなに楽しい毎日ちょっと申し訳ないぐらいだわみたいなぐらいに思ってるかな。確かに。だからみんな私みたいに楽に生きればいいのにっていうのをどうしたらなんか伝えてあげれるやろうと思って、何か私にできることあるかなって思ってたんやけど、何もせんでいいって言われたから、何もせんでいい。いや、これはね、人こうしたらいいよって教えられるもんじゃないから。だからか。それはしょうがないんじゃないですか。小学校の時に、なんか、ポリアンナやったっけ？ポリアンナっていう日曜劇場のアニメがあって、あの子が良かった探しって言って、すごい辛い状況にいてても、何か一つ良かったことを絶対探すって女の子やったんですけど、それを見た時にもうこれやと思って、休み時間小学校で友達に今日良かった探ししようとか言ってずっとやってた。そういえばそんな感じ。本当に本当にともみさんも全部が良かったになるんですよね。そうやな。だからなんか友達とかで今年は大作家やからどうのこうのっていう友達がいててね、すごいちゃんとこう細木和子さんを呼んでもう気をつけてやるんですけど、私大作家とか気にしたことなくって、で言われて、あ、そうなんや、私今年大作家なんやって言っても、じゃあなんか悪いこと起きたかって言われたら別に大作家やからって何も起きひんかったし、だから大作家に新しいこと始めたらあかんって言われても始めたかったら始めるんですよ。気にしすぎなんちゃうって思ってた、ずっと。だから占いも悪いこと書いてもへーって思うけど、いいことはすごい印象に残るから、いや私こういうとこがいいんやとか
はどうであるか。だから同じことがあっても木々が揺れてるだけで気持ちいいなって思える人と、全くそこが見れない人、物理的に同じ世界を見てるはずなのに全然フォーカスしてるところが違うからしょうがないですよね。それをともみさんの知ってる世界をこうすればいいのに、もう実際そうなんですよ。そうすれば絶対幸せになれるし、言ったところでやっぱりそれがね、そうかって次の日からできるわけじゃないし、いろんな経験をしたからそうなってるわけであって、途中段階のみんなね、学びの途中なわけやから、例えばすごい苦しいことがあって、自分の目の前に可愛いちっちゃい子が来て、ニコって綺麗なお花が咲いてようが、何かいいことがあろうが、やっぱり自分の心が苦しいと思ってたら、やっぱそれもね、綺麗だと思えないし、だから心一つなんですけど、それはそれでいい、その人のそのステージなわけやから、その一個一個学んでいって、いずれそのお兄さんみたいに、この世界は光で溢れてるんだなって見方自分の心次第でどんな世界にもなる。でもその自由が許されているこの世界だからこそ、ここはそうやし、苦しんでる人がいいのに、私だけすごい能天気で、いないなっていう気持ちもあるけど、いいやんなって。なんかもう最近はもうしゃあないなって思ってるし、そこは切り離せるようにだいぶなったから、昔はそれが申し訳ないやった、本当に。なんかもうごめん、なんで私こんな幸せなんやろみたいな。でも私も嫌なこと起こってんねんけどなって思いながら、今かもが幸せなわけじゃないねんけど、でも幸せやしなって思ってて、悩んでる子とかに解決なかなかできへん子とかに申し訳ないなと思ってたけど、今はそこは切り離した。そういう風にしたいからしてはんねんなって、なんて言ったらいいんやろ。前はそれにまたいちいちイライラしてた時もあったんですよ。何年経っても同じ悩みを言ってくる人とか、まだそんなことで悩んでんのって、まだ解決しないのってすごい思ってたけど、悩みたいから悩んではんねんなって、こう悩んでる状態が好きやねんなとかね、思えるようになって、私、1週間も悩んだらいい方で、あんまりこう同じことずっと悩めないんですよ。だからこういう感じになってるんですね。何でもよく見えるっていうか。確かにな、嫌なこと起こって一瞬は悩むけど、辛いけど、それが冷静な高さなんでしょうね。やめたら絶対次見つからんとかよく言われるじゃないですか、仕事。いや、なんだったらやろって思うんですよ、私。絶対見つからんことはないって。あと、なんだってできるっていうのもあるかな。すごい。そうなんや。なんでも別に、私清掃しろ言われたら清掃するし、全然、洗い物しろって言われたら洗い物するし、今パンのところで働いてるけど、朝働いて大変やねとかって言われるんやけど、何が大変なのかわからなくて、パン楽しい。3時間だけやし、体動かしてお金もらえてラッキーっていう感じ。そう。だからそんなん考えたら、まあ苦しいことなんかないですよね。毎週は苦しいと思うにしろ。一生苦しい。一生泣く時もある。克服するスピードもめっちゃ速いんでしょうね。他の人やったらずっと悩んでたり、一生悩んでたりするかもしれない。親からの暴力とか、それですごいずっと苦しんでる人っていっぱいいるけど、幸せそうに生きてるねって、脳天気やねって言われてた時でも暴力振るわれてた時あったから、いや、私大変やねん、お父さんに暴力振るわれてとかって説明しても、なんか慎重性に欠けるっていうか、元に包丁突きつけられて、お前なんか死ねって言われて、殺してみろって
言ってたもん。包丁がここまでお父さん酔っ払って、私の首元まで包丁持ってきて、お前なんかガンやお前は死んでまえって言われて、じゃあ殺してみやって言ったら、お母さんがやめてめっちゃ笑ってる。こんなんもされたことあんねんとか言って。すごいな。でもそれがすごいと思ってなかったから、死んでないし実際。お父さんも綺麗にできへんかってんっていうのが面白かったし、殺されへんねんやってそんな勇気あるわけないやんなみたいな。お父さんもそこまでする人じゃないって多分どっかで思ってたし、今はお父さんが仲いいっていうのも、そうそう。だからそんなんもうなんか背景見たら納得できるんですよ。あ、お父さんも自分の思い通り生きられへんかったしなとか、親厳しかったしなって、それは発散するとこ必要やったよなって、外で暴れへんかっただけよかったよなとか。だから妹の方がトラウマですよ。私とお父さんがやり合ってて、私がやられてるのとか見てあるから。そっか。で、妹に、なんでそんなトラウマだってさ、今気にしてないのにとか言って。でもこの間、やっぱり妹も、ブワーってお父さんに言いたいことバーって言いやったんですよ、この年になって。で、すっきりしたみたいですけど、私にももう言ったからすっきりしたって言ってやったし、お父さんがこんな言われたら、それ言われてもしゃあないわ。言ってもらえるだけよかったやんって言って。そうそう。昔はもっと恐怖心とかもあったと思うんですけど、若い時とか普通にね、いろんなこと、こんななったらどうしよう、あんななったらどうしようって思ってたと思うんですけど、なんか今そのアセンションさえも、何が成功で何が失敗か分からへんけど、別に何でもいいや。こう一緒に上昇しなければとか、なんかそんなんもないから。まあまあ、取り残されたら取り残されたでいいかみたいな。面白い。そうやな。だから今、宇宙で泳いでるし、で、そういう人が三次元に来ると、素晴らしいところばっかり見に行くし、人が悪いと思うところも素晴らしい。悲しいことの奥の物語とか、思いが馳せれるし、まあ、慈悲深いってことですよね。考え方が深い結果、この世界になったんじゃないですか。もうそれがわからない人からすれば、いいとこしか見てないとか、まあ、人間力はすごいとか言われるけど、まあ、そこのレベルに達してない人たちからしたらそう見えるってことかな。すごいいろんなことを慈悲深く考えた結果、こうなったんです。だからまあ、相変わらずですね。相変わらずお綺麗。一見みんな同じ人間に見えるけど、とりあえずの高さってみんな違うから、高い人が地球で暮らすとそうなんですなって思います。というような笑いいっぱいのチャネリングでした。平性が高い魂は生まれ変わる必要がないとは聞いてたけど、ともみさんを見ると本当やねんなぁと思ったわ。普通の人にとっての試練をともみさんはすぐに喜びに変えたり乗り越えてしまうんやね。使命は何かと聞かれたけど、ともみさんはただそこにいるだけで観音様のように周りを明るく照らすから、自分が楽しいことをやっていたらいいよとのことでした。ちなみにともみさんの動物占いはにやかな一匹狼だそうです。そのままやな。すごいな動物占い。
今日はこれでおしまい。ありがとうございました。